ご視聴いただきありがとうございます。この動画は普通免許などの本面学科試験に出題されるイラスト問題の参考動画を再編集したものです。イラスト問題は交通場面を表すイラストと運転状況を表す問題文からどのような点に注意すればよいかを回答する危険予測問題です。イラストと問題文から3つの運転者の行動をそれぞれ適切か適切でないかを回答します。適切と思うものには正しいを、不適切と思うものには誤りの欄をマークします。これらの3つの運転者の行動をすべて正解すると点数が加算されます。本面学科試験は文章問題が90問で1問1点に対して、イラスト問題が5問で1問2点なので出題数は少ないですが、1問あたりの配点が大きく合格率を上げるためにもしっかりとした対策が必要です。イラスト問題の回答のポイントは、イラストには危険を想定した交通場面が描かれているので、運転者がアクセルを緩める、減速する、徐行するなど速度を落とそうとしたり、手前で待つ、手前で止まる、一時停止など、他の交通に道を譲ろうとしたり、十分な速報間隔や車間距離を取るなど安全なスペースを空けようとする運転は、予測される危険に備えた適切な運転なので正解です。それとは逆に、危険が予測される交通場面にもかかわらず、そのままの速度で走行、一気に加速して通過、素早く通過など危険に備えて安全な速度に落とそうとしなかったり、他の交通より先を急ごうとする運転や、車間距離を詰めた運転など、安全な車間距離や速報間隔を空けようとしない運転は、予測される危険に対した備えが適切とは言えないので誤りです。これが一般的な回答のポイントです。しかし、例えば高速道路の本線車道を走行している場合、加速車線から本線車道へ合流しようとする車があって後続車もあるときは、合流しようとする車と後続車に対しても安全な車間距離を保つ必要があるので、このままの速度で加速しないで走行するなどの文章が正解になる場合もあります。このように必ずしも一般的な回答や一部の言葉だけにこだわらず、イラストの交通場面や文章をよく考えて回答することが大切です。この動画では、問題の回答と簡潔な解説を加えていますので、ご参考にしていただければ嬉しいです。それでは練習問題を始めます。問題1。交差点を右折のため止まっています。どのようなことに注意して運転しますか？ 1. 対向右折車の後ろや側方から直進する他の車はないので、右折方向の横断している人だけ注意して右折する。答えは誤りです。対向右折車の影に隠れて見えない直進しようとする車や、その側方を通過しようとする二輪車があるかもしれません。対向右折車の視覚が確認できるように、少しずつゆっくり進みながら視覚部分の安全を確認し、右折方向の横断歩行者にも注意を払いながら右折しましょう。2. 対向右折車の影に他の直進車があるかもしれないので、その右折車の後方の様子が見える位置まで徐行で進み、停止して安全を確認する。答えは正しいです。対向右折車の側方を二輪車が直進してくるかもしれません。対向右折車の側方や後方の様子が見える位置まで少しずつ進みながら安全を確認しましょう。3. 右折方向の横断歩道に横断している人がいるので、横断が終わったことを確認してから右折する。答えは正しいです。右折するときは対向車だけに注意を払うのではなく、右折方向の横断歩道やその付近の道路を横断する歩行者の動きにも十分注意を払い、横断しようとする人や横断している人がいるときは、その妨害をしないように停止などして、横断者がいなくなるまで待ちましょう。問題2。30km 毎時で走行しています。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？1. 子供が車道に飛び出してくるかもしれないので、ブレーキを数回に分けて踏み、速度を落として走行する。答えは正しいです。保護者などの付き添い人のない子供が歩いているので、周囲に注意が向かず急に車道に飛び出してくることがあります。このような場合、子供が一人で歩いている場合にあたるので、車の運転者は一時停止か徐行して子供が安全に通行できるようにしなければなりません。また後続車もあるので、ブレーキを数回に分けて踏み、減速の合図をするとともに、いつでも止まれるような速度で走行しましょう。
2、子供の横を通過するとき、対向車と行き違うと危険なので、加速して先に子供の横を通過する。答えは、誤りです。加速して通過しようとすると、子供の急な車道への飛び出しなどに対処できず危険なので、速度を落として、いつでも止まれるような速度で十分注意して通過しましょう。3、子供がふざけて車道に飛び出してくるかもしれないので、中央線を少しはみ出して通過する。答えは、誤りです。子供の危険な行動に備えて安全な間隔を空けるとともに、対向車がカーブを曲がり終えて加速してきたり、前方の見通しの悪い曲がり角から別の対向車が接近しているかもしれないので、中央線をはみ出さないように対向車にも十分注意して安全な速度と方法で通過しましょう。問題3、40km 毎時で進行しています。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、歩行者はバスが停留所を離れた後に道路を横断すると思われるので、このままの速度でバスの側方を通過する。答えは、誤りです。バスから降りた歩行者が、バスが発進する前に道路を横断しようとするかもしれません。バスの陰に隠れた横断しようとする歩行者に十分注意しながら、速度を落として通過しましょう。2、対向車がないので、右側にはみ出して、素早くバスの側方を通過する。答えは、誤りです。対向車だけに注意を向けるのではなく、バスの死角に隠れた横断しようとする歩行者や、その他の危険な交通があるかもしれません。そのような危険を予測して安全な速度と十分な側方間隔を保って通行しましょう。3、バスの陰から歩行者が横断する恐れがあるので、警音器を鳴らし、いつでも右に避けられるようハンドルを構えたまま通過する。答えは、誤りです。危険を避けるためやむを得ない場合は、警音器を使用できますが、この場合、警音器の使用以外に事故を避けることができないほど差し迫った危険があるわけではないので、警音器を鳴らしてはいけません。バスの陰に隠れた歩行者などに十分注意して、安全な速度と側方間隔を保って通行しましょう。問題4、10km 毎時まで減速しました。踏切を通過するときは、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、踏切内の左側は自転車や歩行者の通行が多いので、対向の大型車と行き違うため、少し左に寄せて止まり、大型車の通過を待つ。答えは、正しいです。踏切内の左側は自転車や歩行者の通行が多く、対向の大型車は踏切の中央寄りを通過しようとしているので、踏切内で無理に行き違いをしようとすると、歩行者などや対向車と衝突したり、踏切内で停止しなければならないことが予測されます。危険な行き違いを避けるため、踏切の手前で一時停止して、大型車の通過や歩行者の通行を待ちましょう。2、踏切の中では歩行者と対向車の間を通ることになり狭いので、歩行者の後ろを通行する。答えは、誤りです。踏切内で歩行者の後ろを通行しようとすると、こちらに向かって通行しようとする人を待つことになったり、歩行者や対向車との間隔が狭くて動けなくなることが予測され危険です。対向の大型車が通過したり、歩行者などの通行が少なくなって安全に通過できるようになるまで、踏切の手前で待ちましょう。3、踏切の中では、自転車が歩行者を避けようとして右側に出てくるかもしれないので、素早く変速し、速度を上げて一気に通過する。答えは、誤りです。自転車が右側に出てくることを予測して先に通過しようとすると、衝突の恐れがあり大変危険です。また、踏切内でギアを変速することは、エンストの原因になるので危険なため禁止されています。歩行者が少なくなったり、大型車が通過して安全に通行できるまで、踏切の手前で待ちましょう。問題5、40km 毎時で走行しています。前方のカーブでは対向車のライトが見えます。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、対向車は道路の中央からはみ出してくることがあるので、速度を落とし、左に寄って走行する。答えは、正しいです。対向車のライトでカーブ付近まで対向車が接近していることがわかります。カーブでは対向車が道路の中央をはみ出してくるかもしれません。
対向車の動きに十分注意して衝突しないように速度を落とし、道路の左に寄って走行しましょう。2、道路の左側にはガードレールがあるので、これに接触しないように中央線に寄せて走行する。答えは誤りです。対向車は前方のカーブで中央線をはみ出す恐れがあるので、この危険に備えるためガードレールに接触しないように道路の左に寄って速度を落として走行しましょう。3、見通しの悪いカーブに差し掛かるので、前照灯を上下に切り替えたりして対向車に自分の車の存在を知らせ、速度を落として走行する。答えは正しいです。対向車は自分の車がカーブに近づいていることに気づいていないかもしれません。対向車と安全な行き違いができるように前照灯を上下に切り替えたり点滅させて車の接近を知らせましょう。問題6、雨の日 40km 毎時で走行しています。この場合どのようなことに注意して運転しますか？ 1、対向車の跳ねた水で繰り返し視界が妨げられる恐れがあるので前の車に接近して走行する。答えは誤りです。前の車に接近すると前方の交通状況が見えにくくなるのでブレーキ操作が遅れたり、雨天のため制動距離が長くなることなどから追突事故の原因になります。十分な車間距離をとって速度を落として走行しましょう。2、対向車の跳ねた水で視界が妨げられるので速度を落として走行する。答えは正しいです。対向車の跳ねた水で視界が悪くなることがあるのでワイパーを作動させて速度を落として走行しましょう。また対向車に水を跳ねて事故の原因を作らないようにできるだけ水跳ねをしないように走行しましょう。3、歩行者に泥や水が跳ねないように速度を落として走行する。答えは正しいです。歩行者のそばを通るときは泥や水を跳ねて迷惑をかけないように徐行したり、水たまりのあるところを避けて通行したり、場合によっては一時停止するなどして通行しましょう。問題7、40km 毎時で直進しようとしています。前の車は左折の合図を出しました。この場合どのようなことに注意して運転しますか？ 1、交差点を横断する歩行者はなく、トラックは止まらずに左折すると思われるのでこのままの速度で直進する。答えは誤りです。トラックは死角に隠れた横断しようとしている歩行者がいるため急に停止するかもしれません。トラックの左折方向の横断しようとする歩行者やブレーキ等や動きに注意して追突しないように速度を落として進みましょう。2、トラックが左折した後、素早く交差点を通過できるように速度を上げて直進する。答えは誤りです。トラックの左折方向に交差点付近を横断しようとする歩行者がいるかもしれません。そのためトラックが停止しても安全に止まれるように速度を落として進みましょう。3、トラックが交差点の途中で止まっても右側に避けられるようにハンドルを構えながらこのままの速度で進行する。答えは誤りです。トラックが左折方向の横断歩行者に気づくのが遅れ急に停止するかもしれません。そのような時でも安全に停止したりトラックの側方を通過できるように速度を落としたり余裕のある車間距離を取りましょう。問題8、30km 毎時で走行しています。この場合どのようなことに注意して運転しますか？ 1、子供は大人と手をつないでおり自分の車の進路に飛び出してくることはないのでこのままの速度で通過する。答えは誤りです。歩行者は車の接近に気づかず道路の右側に渡り出したり手を離して子供が急に飛び出してくるかもしれません。速度を落とし安全な側方間隔をとって運転しましょう。2、歩行者の横でも対向車と行き違うことができるのでこのままの速度で通過する。答えは誤りです。歩行者の側方を通過するときに同時に対向車と行き違いをしようとすると安全な間隔が取れないかもしれません。対向車が通過するのを待ってから歩行者との間隔を保って通過しましょう。
3、歩行者の横で対向車と行き違うと危険なので、加速して歩行者を追い抜いてから対向車と行き違う。答えは、誤りです。自分の進路の前方に歩行者がいるので、速度を落としたり一時停止して、対向車が先に通過するのを待ってから歩行者との間を十分取って通過するようにしましょう。対向車より先に通過しようとすると、衝突の恐れなどがあり大変危険です。問題9。50km 毎時で走行しています。右前方に駐車車両があり、その後方から対向車があるときは、どのようなことに注意しますか？ 1、下り坂の対向車は加速がついており、止まることができず、そのまま走行してくると思うので、減速してその付近で行き違わないようにする。答えは、正しいです。対向車は下り坂で加速がついているので、減速などをして進路を譲ろうとしないかもしれません。駐車車両のある付近では行き違わないように減速を始めましょう。2、自分の車は上り坂に差し掛かっており、下り坂の対向車は停止して道を譲ると思われるので、このままの速度で走行する。答えは、誤りです。必ずしも対向車は、下りの車が上りの車に道を譲ったり、進路の前方に駐車車両があるときに対向車に道を譲ったりするとは限りません。対向車が危険の発見や判断が遅れることもあるので、速度を落として注意して進みましょう。3、対向車が中央線をはみ出してくると思われるので、その前に行き違えるように加速して進行する。答えは、誤りです。駐車車両の付近で行き違うことになると危険なので、十分速度を落としたり、場合によっては一時停止するなどして、安全な場所で行き違いをしましょう。問題10。30km 毎時で走行しています。交差点を直進するときは、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、右から進行してくる普通二輪車より、自分の車が優先するので、このままの速度で進行する。答えは、誤りです。このような交差点では、人間の錯覚により、交差する道路より自分の通行する道路が広く見えることがあるので、必ずしも自分の車が優先とは限りません。また、道路の幅が同じで二輪車が道を譲るべき状況であったとしても、二輪車がそれに気づかなかったり放棄を守るとは限りません。危険を感じたら速度を落とすようにしましょう。2、右から進行してくる普通二輪車は止まらず交差点に入ってくるかもしれないので、交差点で衝突しないように加速して進行する。答えは、誤りです。右から進行してくる普通二輪車は、優先道路を通行しているものと考えていたり、二輪運転者の特性の一つである視野の狭さから、自分の車に気づかずに交差点に進入してくるかもしれません。そのため、加速して先に交差点を通過しようとせず、速度を落として二輪車の動きに注意して進むようにしましょう。3、後ろを走行する二輪車は、ドアミラーやルームミラーの死角に入ることもあるので、その動きに注意して進行する。答えは、正しいです。後ろを走行する二輪車がドアミラーやルームミラーに映らなくなっても、左側方から通り抜けようとしているかもしれません。そのような時、右の二輪車が交差点に先に進入しようとして、それを避けようと左へハンドルを切ると、側方の二輪車と衝突してしまう恐れがあります。後ろを走行している二輪車にも注意を払いましょう。問題11、高速道路を 80km 毎時で走行して、これから本線車道を出るところです。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、本線車道での減速は、後続車との車間距離が短くなり危険なので、減速車線に入ってから減速する。答えは、正しいです。高速道路から出る場合は、本線車道で速度を落としすぎると後続車との車間距離が短くなり、追突されたり迷惑をかけることになります。減速車線に入ってから速度を落とすようにしましょう。2、右側方の車線を走行している車は、自分の車と後続の車の間に車線を変更するかもしれないので、その車の動きに注意して走行する。答えは、正しいです。右側方の赤い車は、追い越しを終えて左車線に入ろうとしているので、走行車線の車の流れより速度が速いことが予測されます。
そのため、本線車道から出ようとして本線車道上で減速を始めると、追突事故の原因になる恐れがあります。その赤い車の動きに十分注意して本線車道から離脱しましょう。3、右側方の車線を走行している車は、加速して自分の車の前方に車線を変更する恐れがあるので、その車の動きに注意して走行する。答えは、正しいです。右側方を走行する赤い車は、後続の車と自分の車を同時に追い越そうとするかもしれません。無理な割り込みをされることもあるので、追い越しをしようとする車の動きに注意が必要です。問題12、40km 毎時で走行しています。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、カーブの先から対向車が来るかもしれないので、速度を落として自転車の側方を追い越す。答えは、正しいです。前方の見通しの悪いカーブの先に対向車が近づいているかもしれません。対向車との衝突を避けるため、自転車との安全な側方間隔を空け、速度を落として走行しましょう。2、自転車は右に寄ってきたり、2台が横に並んで走り出すかもしれないので、自転車との間に十分な間隔を空けて注意して追い越す。答えは、正しいです。自転車は自分の車の接近に気づいていなかったり、気づいていても車が避けてくれると思っているかもしれません。自転車が右に寄ってくることや、カーブの先からの対向車の接近も予測して、安全な速度と方法で十分注意して走行しましょう。3、自転車は自分の車に気づいて道路の左端に寄ると思うので、そのままの速度で追い抜く。答えは、誤りです。自転車が自分の車に気づいても、道路の端は路面状態が悪いことがあるので、左端に寄せることができないかもしれません。また自転車がふらついたり転倒する恐れもあるので、そのような危険を予測して安全な側方間隔を取り、速度を落として走行しましょう。問題13、80km 毎時で高速道路を走行しています。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？1、前方のトラックでその前の交通状況がわからないので、速度を落とし、十分な車間距離を取る。答えは、正しいです。前の車に近づいて走行すると、危険な交通状況に気づくのが遅れたり、追突事故の原因になります。前方の交通状況が先の方までわかるように、また、前の車がやむを得ず急ブレーキをかけた時でも安全に停止できるように十分な車間距離を取りましょう。2、自分の車が右前方の乗用車のバックミラーの死角になっているかもしれないので、アクセルを少し戻してその死角から出る。答えは、正しいです。側方を走行する車に接近するとバックミラーの死角に入るので、自分の車に気づかれず、急な進路変更などで事故に巻き込まれる恐れがあります。このような場合、少しアクセルを戻してバックミラーで確認される位置を走行するようにしましょう。3、高速道路の走行は速度超過になりやすいので、速度計を見ながら走行する。答えは、正しいです。長い時間高速走行を続けると、速度感覚が麻痺して速度超過になりやすいので注意が必要です。速度計を確認しながら速度超過をしないようにしましょう。問題14、交差点を右折するため 10km 毎時まで減速しました。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、後ろの二輪車が先に右折を始めるかもしれないので、その動きに注意して減速して進行する。答えは、正しいです。二輪車は先を急ぎ、自分の車を追い越して先に右折しようとするかもしれません。二輪車と衝突しないように十分注意しましょう。2、対向車の影から二輪車が直進してくるかもしれないので、対向車の影の状況を確かめるため、少し前進して一時停止する。答えは、正しいです。二輪車は間隔が狭くても、右折車の側方を通って交差点を直進してくることがあります。対向右折車の側方から二輪車などが直進してこないか十分注意し、安全が確認できてから右折しましょう。
3、右折方向の歩行者が横断しているので、自分の車が交差点の中で立ち往生しないよう、歩行者を先に横断させてから右折する。答えは、正しいです。横断している歩行者の直前まで右折を進めて停止しようとすると、対向車の進路を塞ぐことになるので、対向直進車が通行できるところで歩行者の横断を待ちましょう。問題15、20km 毎時で進行しています。歩行者用信号が点滅している交差点を左折するときは、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、横断歩道の向こう側からも子供が横断を始めようとしているので、横断歩道の直前でいつでも止まれるよう速度を落として進行する。答えは正しいです。点滅している歩行者用信号に気を取られたり、信号が青色のうちに左折を終わらせたいという先急ぎの心理から横断しようとしている子供の行動を見落とさないよう、いつでも止まれるように速度を落として進みましょう。2、後続車があるので、ブレーキを数回に分けて踏み、横断歩道の直前で停止して、歩行者の横断を待つ。答えは、正しいです。後続車も歩行者用信号の点滅から先急ぎの心理が働き、信号が変わるまでに交差点を通過しようとして車間距離を詰めたり、自分の車が停止することを予測していないかもしれません。追突事故防止のため、ブレーキ灯を点滅させて停止の合図をして、横断歩道の直前で停止しましょう。3、左後方の二輪車が交差点を直進しようとしてくるかもしれないので、巻き込まないように注意して左折する。答えは、正しいです。左後方の二輪車も、信号が変わる前に交差点を通過しようと左側方から自分の車の前に出てくるかもしれないので、巻き込まないように二輪車の動きに注意しましょう。問題16、高速道路を 80km 毎時で走行しています。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、トンネルに入るとすぐにカーブになっているため、前の車が急に減速するかもしれないので、アクセルを緩め、車間距離を十分とって走行する。答えは、正しいです。トンネルに入るとすぐにカーブなので、前方を先の方まで見通すことができなかったり、日中のトンネルの入り口は、照明があっても暗く感じ視力が低下するので、全体的に交通の流れが遅くなることがあります。追突事故を防ぐために早めに安全な速度に落としたり、車間距離を十分取りましょう。2、トンネル内は照明が明るく、高速で走行したままトンネルに入っても急に視力が低下することはないので、そのままの速度で走行する。答えは、誤りです。よく晴れた日中にトンネルに入ると、照明があっても暗く感じ、急に視力が低下することがあります。特に高速走行している時に急に視力が低下すると、前方の交通状況の変化に気づくのが遅れ大変危険です。安全な速度に落として走行しましょう。3、急に速度を落とすと後続車に追突されるかもしれないので、早めに速度を落としておく。答えは、正しいです。トンネルの入り口付近は視力が低下しやすく、心理的に減速をしてしまい、追突事故の原因になることがあります。トンネルに入る前に早めに速度を落として追突事故などを防ぎましょう。問題17、高速道路を 80km 毎時で走行しています。本線車道に合流しようとする車が加速しているときは、どのようなことに注意しますか？ 1、左の車が加速車線から本線車道に入りやすいよう、このままの速度で加速しないで走行する。答えは、正しいです。本線車道に合流しようとする車が加速しているときに、後続車もあるので、合流しようとする車や後続車と速度を合わせるように加速も減速も控えて、そのままの速度で走行しましょう。もしこの場合、合流しようとする車の加速が遅く、横に並んでしまうような時は、右の車線に進路を変えましょう。2、加速車線の車が急に本線車道に入ってくるかもしれないので、右後方の安全を確認した後、右側の車線へ進路を変更する。答えは、正しいです。
加速車線から合流しようとする車は、加速車線が終わるまでに早く本線車道に入ろうとしたり、本線車道をよく確認しないで進路を変更するかもしれないので、合流しようとする車の急な進路変更に備え、右側の車線に進路を変えておくと良いでしょう。3、加速車線の車は、本線車道を走行する自分の車の進路を妨げることはないので、加速して走行する。答えは、誤りです。加速車線を走行する車は、本線車道に強引に進入してくることもあるので、加速しないでこのままの速度で走行するか、右の車線に進路を変えておきましょう。問題18、30km 毎時で走行しています。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、スクールバスの死角になって対向車があるかどうかがよく見えないので、前方の安全をよく確かめてから中央線を越えて通過する。答えは、正しいです。対向車がスクールバスのすぐ近くまで接近しているかもしれません。速度を落として前方の交通状況をよく確認して、安全であれば中央線を越えて徐行して通過しましょう。2、子供がバスのすぐ前を横断するかもしれないので、すぐに止まれるような速度で安全を確かめて通行する。答えは、正しいです。道路の右側に子供の保護者が子供を呼んでいるように見えます。児童や園児が乗り降りするために止まっている通学通園バスのそばを通るときは、子供がバスの陰から急に飛び出してくるかもしれないので、徐行して安全を確かめて通行しましょう。3、後続の車があるので、速度を落とすときは追突されないようにブレーキを数回に分けて踏む。答えは、正しいです。後続の車は自分の車が速度を落とすことを予測していないかもしれません。急に速度を落として追突されないように、ブレーキペダルを数回に分けて踏むなど、制動灯を点灯させて後続車に徐行の合図を送りましょう。問題19、交差点を左折のため 20km 毎時まで減速しました。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、対向車は自分の車が左折する前に右折を始めるかもしれないので、加速して横断している人の間を通って急いで左折する。答えは、誤りです。横断しようとしている歩行者の間を通って急いで左折することは大変危険です。横断しようとしている人がいなくなるか、歩行者用信号が赤色になるまで待って徐行しながら左折しましょう。また対向車が先に右折を始めようとしたときは、進路を譲ってゆとりを持って進みましょう。2、左側の横断歩道では、交差点の両側から横断しようとする歩行者がいるので、その妨げにならないように横断歩道の中央付近を左折する。答えは、誤りです。信号に従って横断歩道を横断しようとしている歩行者がいるときは、その妨げにならないようでも、歩行者の直前などを横切って左折してはいけません。歩行者が横断し終えるか、歩行者用信号が赤になるまで横断歩道の手前で停止して待ちましょう。3、横断歩道を歩行者が横断しているので、安心して横断させるため、ゆっくりと横断歩道に近づき、その手前で止まり、歩行者の横断を待つ。答えは、正しいです。対面する信号が青色に変わったとき、同時に同じ方向に横断することができる歩行者用信号も青色に変わることがあります。その場合、車が右左折するときは横断している歩行者の進路を横切ることになりますが、その横断を妨げてはいけません。横断歩道を横断している歩行者がいるときは、その直前で停止して待ちましょう。問題20、高速道路の加速車線を 60km 毎時で走行しています。この場合、どのようなことに注意して運転しますか？ 1、加速車線の前方に合流しようとしている車があるが、自分の車のすぐ横の本線車道が空いているので、すぐ本線車道に入る。答えは、誤りです。本線車道へ入ろうとするときは、加速車線で十分加速して入らなければなりません。この場合、前方の本線車道へ入ろうとしている車の動きに注意しながら、十分加速して本線車道へ入りましょう。2、加速車線の前にいる車に追突しないよう、注意しながら加速して本線車道に入る。答えは、正しいです。
前方の大型トラックは加速が遅かったり、本線車道を通行している車の後ろに合流しようとするかもしれません。トラックの動きに注意して追突しないように加速しましょう。3、自分の車のすぐ横の本線車道が空いているが、速度が十分出ていないので、前の車が本線車道に入ってから十分加速して入る。答えは正しいです。十分に速度が出ていないときは、本線車道が空いていても入ろうとせず、十分に加速してから入るようにしましょう。これでイラスト問題の解説動画は終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもお役に立てていただける動画を作成しますので、免許試験に合格してからも覗きに来ていただければ喜びます。本面をしっかり学習したい人のおすすめは左をクリック。学科試験の勉強などでわからないことなどございましたら、コメントでご質問してくださいね。